レベル -0.1、RGB について解説していくよ。目がチカチカしそうな空間だと予想。まずは部屋の外観。レベル -0.1 は、赤、青、緑の順に輝くコンクリートで作られた空間で、空間構造としては、部屋と廊下しかないんだ。見るからに目に悪い空間だな。次に、レベル -0.1 について説明するよ。レベル -0.1 の生存難易度はクラスコッパ。とても危険で、非常に不安定で、危険性自体も変わりやすいんだ。色どころか危険性も変わるならクラスバリアブルじゃね？次に、レベル -0.1 の特徴について説明するよ。レベル -0.1 には、神話的かつ奇妙な生き物を描いた多くの彫刻が置かれていて、他の部屋には椅子やテーブル、ベッドなど、一般的な寝室にあるようなものが置かれていることもあれば、巨大な吹き抜けのような空間が広がっていることもあるんだ。部屋にバリエーションがあるのか。そして、レベル -0.1 の特徴であるこの色合いなんだけど、空間内の床、壁、天井を覆う赤、青、緑の色合いが刻々と変化して、その影響で、大抵の人はこの絶え間ない色の変化で非常に混乱し、空間内を攻略するのが難しいんだ。やっぱり目には悪いよな。しかも、空間内はレベル0と非常によく似たレイアウトで、幅約1から 2.5 メートルほどの狭い廊下があるんだ。ここは親レベルのレベル0に似てるのか。でもレベル0と違う点としては、このレベルでは窓がほとんどなく、窓があるところとしては、主に吹き抜けのエリアにあるんだ。レベル0って窓あったっけ？吹き抜けの部分では、窓の高さは約 4.5 から6メートルにもなって、これらの窓は通常閉まっているように見えるんだけど、十分な力があれば開けることができるんだ。よっぽどの怪力じゃないと無理なのでは？ちなみに、窓から外を見るとレベル -0.55 の全体が見渡せるよ。他のレベルと地続きなのか。この空間には空の概念がないため、それに伴って昼夜サイクルの概念もなく、空間内の温度は、一定の 19.4 度に保たれているんだけど、なぜその温度に保たれているのかは不明なんだ。19.4 度って微妙だな。さらにこのセクションでは、光のない広大なエリアに出くわすことがあって、そこでは様々なエンティティが大量発生しているため、立ち入ることは推奨されていないんだ。目が休められるかと思ったら地獄。でも、このような場所には通常よりも多くの物資がある傾向にあるため、このような暗闇空間を探索すること自体、有益かもしれないんだ。リスクでかすぎ。また、空間内にはエンティティ以外にもまだ多くの危険が潜んでいて、その一つが、ザボイドに繋がる穴があることなんだ。暗闇空間からのザボイドとかありそうだよな。その他にも、生存者が直面する可能性のある危険として、グリッチーズがあるんだ。グリッチーズっていわゆる不具合みたいなもんだよな。グリッチーズは生存者だけでなく、空間内にも様々な影響を与えることがあって、グリッチーズによって多くのエリアが非実体になったり、通り抜けることができなくなり、ザボイドに落ちてしまうこともあるんだ。マジで不具合だな。さらに、この空間の多くの部分は破損したり、破壊されたりすることがあって、破損部からは大抵ザボイドに通じているんだけど、稀に他のネガティブサブレベルに通じていたり、ごく稀に、他のネガティブレベルに通じていることがあるんだ。これも不具合じゃね？空間の破損部分は、当たり前だけど生存者にとってはとても不便なため、意図せずに破損部のあるエリアから離れることで、空間内の破損部分は復元するんだ。マジでバグ空間だな、ここ。次に、空間内で起きる現象について説明するよ。もうすでに色々起きているんだが。レベル -0.1 では、インスタビリティハザードと呼ばれる現象が発生するんだ。この現象は、さっきのグリッチを引き起こす原因であったり、生存者の視界にスカンラインと呼ばれるノイズが走るようになるんだ。うわ、くっそ見づれー。次に、レベル -0.1 にいるエンティティを説明するよ。このレベルには、ハウンズやレッチーズ、稀にスキンスティーラーズがいるんだけど、このエンティティたちにも、さっきのグリッチの効果を受けるんだよね。あれってエンティティも対象になるのか。次に、レベル -0.1 にいるグループを紹介するよ。レベル -0.1 には、-1エクスプロアーズグループと呼ばれるグループが有名なんだ。こんな空間にグループ作れるんか。このグループには、約10人以上のメンバーがいて、レベル -0.1 に最初に訪れ、この写真を撮ったグループでもあるんだ。何気に異様をなしてた。最後に、レベル -0.1 の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル -0.1 の入り方。レベル0のグリッチ化した壁にノークリックすると、レベル -0.1 に、レベル -1.01 にて、レベル -0.1 と書かれたドアからレベル -0.1 に、ネガティブレベル全域で、空間が不安定になるとレベル -0.1 に、行くことができるんだ。
ってことは、ネガティブレベルからはどこでも入れる可能性があるのか。一方、次のレベルの生き方は、穴に落ちるとザボイドに、空間が全体的に灰色になると、レベルマイナス 0.55 に行くことができるんだ。出口が結構絶望的じゃね。ということで、今回はレベルマイナス 0.1 について解説したよ。レベルマイナス 0.1 は、目がチカチカするような空間で、空間内もバグったような感じだったな。消滅の危機にあるけど、ギリギリ空間の形を保ち続けてるのかもしれないね。てかこういう空間、前にもあったような。